渡辺名人は、将棋は人間同士の勝負であるという観念を持っています。この作戦やこの指し手は厳密には咎められるかもしれないけれど、その場の人間同士の勝負だったら、咎めるのは無理でしょう、という姿勢で巧みに成立させてきました。また、盤面だけではなく、対戦相手に合わせたオーダーメイドのプランを用意しています。相手は分かっていても避けられずにはまってしまうのが、彼のセンスの高さの証明です。だからこそ、これほどの実績を積み上げてきたのです。ただ藤井竜王はそのプランを数学的な能力というか、驚異的な読みの質と量で打ち破ってしまう。相性的にも渡辺名人の良さが出づらいのかもしれません。将棋世界2023年6月号、佐藤天彦九段インタビュー。第81期、名人戦7番勝負。渡辺の4連覇、藤井の名人奪取をかけた歴史的な対局。結果は、ご承知の通り、史上最年少で七冠制覇を果たした藤井聡太新名人が誕生した。その名人戦第1局の大盤解説でも話題を博し、棋界随一の表現能力を誇る佐藤天彦九段のインタビュー記事が、将棋世界2023年6月号に掲載されている。この動画では、天彦九段の雑誌掲載記事、藤井羽生による王将戦第1局時の解説、独自インタビュー時のコメント、また新進気鋭の山本博志五段のツイッターコメントも拾いながら、藤井新名人竜王の驚異的な読みの質と量をどのように見立てればよいのか、AI 時代におけるトップ棋士の将棋をどのように鑑賞すればよいのかについて、両棋士のコメントから紐解いていきます。知りたい学びたいを満たす教養講座、資格取得のくべるナレッジアカデミー。天彦九段は同じ九州出身の深浦康市九段から、どうやってあの素晴らしい言語感性は生まれるんですかね、と評されている。ファンからも、とにかく解説における言語化がうまいと思います。先日の名人戦は特に冴えは立ってましたね。個人的な希望で言えば、また解説される側に行ってほしいと思っているので、そちらにも期待です。30代女性とコメントが寄せられる。藤井、渡辺、羽生自身を含めたトップ同士での対局ばかりでなく、客観的にトップ棋士を分析し、見立てて解析する能力、そして言語化する能力は突出している。また、トップ棋士と AI 将棋ソフトの関係を一般向けに分かりやすく説明し、現代将棋の存密地点を明示する能力も比類がないと言っていいだろう。藤井新名人竜王のトッププロをもうならせる驚異的な読みの質と量について、今年1月の第72期王将戦7番勝負第1局藤井羽生戦の中継解説で天彦九段は次のように述べていた。一口に AI 将棋ソフトといっても様々なものがあります。大まかに2つあります。一つは先を読むのが得意な AI ソフトと、もう一つは現在の局面はどちらがいいのか判断することが得意な AI ソフトです。現代角換わりは前者が得意な戦型です。こうした戦型について後者のソフトで読み込ませると、やや評価が曖昧といったようなことがあります。今は基本的に AI ソフトの方が人間よりもずっと強いわけですが、藤井王将は読みのスピードについては抜群ですので、後者のいわば対局間重視型ソフトと比較して、直線の読みに関しては部分的に上回ってしまうという側面が指摘できます。ソフトが反省させられる、笑いといったような現象がたまに起こるわけで、たまに起こること自体がすごいことなわけです。それだけ藤井王将の読みのスピードと質は、トップ棋士の中でも頭一つ、二つ抜けています。藤井王将は、とにかく読みの精度が高いので、作戦を練って当てても、割とやりようがない、といったところがありますね。苦笑。ですから多くの棋士が困っているわけです。笑い。他方、藤井王将は、人間だったら指しづらい、といった概念を排していくと言いますか、読みの根拠について盤面をいわばフィールドワークし、エビデンスを調達し、AI が示す手の正しさを証明してしまうかのような凄みを持った棋士です。王将戦解説。このように天彦九段は藤井当時六冠の驚異的な読みの質と量と AI との関係を明快に説明していた。
そして将棋世界のインタビューでは AI と棋士と監修について次のように述べている。最近 AI の評価値の影響などで、この手は AI の推奨値と同じだから正解というような言説が多くなっています。それは一つの軸としてあってもいいと思いますが、将棋は人間同士の戦いであるという側面も別の軸として伝えたかった。こういう状況では、対局者はこんな風に思っているんですよ、みたいな話を二人のモノマネを交えたりしつつ、普段の研究会のノリに近いカジュアルな雰囲気で踏み込んで解説してみました。将棋世界天彦九段は盤上の対話があって、これ妄想なんですけど、渡辺さん、これ6五歩ついてこないっしょ。藤井くん、そうですね。6五歩で飛車先は大丈夫なんで。と、おそらく将棋界で初めて2人の棋士のモノマネを披露し、会場は爆笑の渦に包まれた。AI の評価値と見る側の鑑賞法については、振り飛車党ならぬ三間飛車党で Twitter やノートなどで積極的に情報発信を行っている山本博志五段が6月11日日曜日、アベマ予選 C リーグ第3試合のチーム天彦対チーム広瀬戦の翌日、次のようにツイートしている。最近評価値を悪く言い過ぎな気が。反省。将棋を見やすくしてくれてます。対局の雰囲気を見ながら評価値のパーセンテージを見て、今こっちが勝ってるのかって楽しめますもん。プロはそれに加えて、対局者の指し手に込めた意味、水面下の読み、駆け引き、その戦型の歴史など、深い視点を提供するべきと、次回の意味でいつも、わああれこれつぶやいていると思っていただけると幸いです。笑い。こちら側は、今まで以上に気を引き締めて評価値ではない視点を語っていかなければ、と思うんですよね。見る側の方は、本当にいろんな楽しみ方で、気楽に将棋を見ていただけると嬉しく思います。山本博志五段ツイッター。その山本五段は、名人戦第5局終局後の夜、渡辺明先生の芸術と題した文章で、我々の世代からすれば、渡辺明、その人は強さの象徴であり、渡辺先生の硬い、攻めてる、切れない、勝ちは芸術的なのだ。渡辺先生を見て育った世代には切ない夜である。とノートに寄稿していた。藤井が名人、竜王を体感する七冠となる一方で、渡辺が無冠となったことは、我々のみならず、プロ棋士にとっても、一つの時代の区切り、と映ったようだ。AI が浸透し、棋士同士による対局に決定的に重要な影響を与えていることは、もはや言を待たないだろう。天彦九段の卓越した言語化能力を通じて、AI 時代における現代将棋はどのような地点に位置しているのかを我々は知ることができる。王将戦の約1ヶ月前、昨年2022年末に、私は天彦九段から直接、お話を伺う行幸に恵まれ、その際に天彦九段は、次のように現代将棋と AI との関係を述べていた。羽生世代の棋士たちは、前時代の吸収を打破していきました。将棋そのものに向き合って、とりわけ羽生さんは実力で突破していったのです。そして AI の登場は、それをさらに解体してくれた。哲学の用語として正しいかはさておき、AI は将棋を脱構築しました。AI は人間の行き過ぎた先入観から来る手の選択といったようなことを問い直してくれました。人間は普通、こういう手をやるよね、という前提、言い換えれば将棋のセオリーをいわば空中の楼閣のような中で組み立てて議論していたところに、まずその基礎として土台となっているところはどうなのという根本的な問い返しとして AI は指摘してくれたとも言えます。ある意味で将棋そのものに対する提言を行ってくれたわけです。2022年末独自取材。そうした AI の提言を最も深く理解し、人間の良さと AI の良さが融合し、いわば人間と AI の境目が溶解しつつある状況に最も的確に適応しているのが藤井新名人竜王である。それは棋士同士の視点から見るとどのようなことなのだろうか。天彦九段は次のように解説していた。
AI の研究課題となる戦型の局面で正確に対応できるという技術力を多くの棋士は持っていないので、それができるというのはある意味で藤井さんの特権かなという気もします。もちろん藤井王将も必死に研究されているとは思うのですが、多くの棋士は AI による最先端の研究課題形に初見で対応ができないからこそ頑張って研究するのです。人間よりずっと強い AI によって研究された局面、つまり人間がきちんと認識できていなかった初見の局面では、人はすぐに間違えてしまうということはよくあります。しかし、そういう難しい局面を突きつけられても、まるで何事もなかったように、もちろん大長考をする時もありますが、結果的には対応できてしまうという藤井王将の能力の高さがあるがゆえに、時代を代表する研究家である永瀬王座や豊島九段のような研究スタイル、相手を研究の術中にはめ込むとは違ってもこれだけ勝てるということなのだろうと思います。王将戦解説。昨年末、天彦九段に直接話を伺った際にも、驚異的な読みの質と量への言及があった。まあすごい量だと思います。これまでは読みの量をうまく削減していく人間の知恵であったり、それまでの経験を通じて築き上げる対局観や価値観によって読みを省略していく技術といったものが大事であると考えられていました。しかし、藤井さんを見ていると、読みの量を増やしていく努力が大事であるといったような反対の方向に見えてしまいます。笑い。いや、でもどうなんですかね。それこそ羽生さんクラスの棋士が出てくるということについて、僕の世代からすると、あるかもしれないけれど、なかなか想像しづらいといった感じがありました。そういう意味では、また藤井さんクラスの棋士が出現するのかということについては、ちょっとわからないんですよね。こんなに読める人がまた出てくるのかなと思うわけです。勝負や競技の分野に限らず、音楽や映像技術といった領域においてもそのようなのですが、全体の水準が結構上がっていく傾向も多いようです。将棋の技術についてもそう言えます。とはいえ、全体のレベルは底上げされても、トップの人のレベルというものは一定で変わらないかもしれません。2022年末独自取材時、驚異的な読みの質と量に裏打ちされた藤井新名人竜王の将棋を今を生きる我々が同時代的に目にしているという巡り合わせは、空前絶後の棋士の天才性をどのように理解すればよいのかが問われ続けているということをおそらく意味しているのだろう。